方言を使うか使わないかの質問に答えていくだけで自分の出身地にたどり着くことができる、そんなコンテンツが方言チャートです。ではその仕組みがどのようになっているのか簡単に説明していきましょう。方言の中には表現の仕方によって東日本と西日本に大きく分かれるものがあります。東日本では家にいるというのに対して西日本では家におるという言い方をします。打ち消しの表現は東日本ではないですが西日本ではとなります。したがってしないと新または線が東西で対立します。このような質問をスタートの質問に使ってまずは東日本と西日本に振り分けていきます。次に例えばゴミを捨てることを投げるといえば東北地方、あるいは掃除の時にほうきで乾くといえば九州地方というふうにだんだんとエリアを狭めていきます。同じ近畿地方でもこの目の縁にできる物もらいを目簿とか名簿というと滋賀、京都、兵庫、メバチコというと大阪、奈良、和歌山というふうに分かれます。さらに各地域で特有の方言を組み合わせていくということになっています。当然方言には個人差や世代差があります。その中で有効なのが方言であるのに共通語だと思い込んでいるものが各地に存在しています。それは気づかない方言あるいは気づかれにくい方言と呼ばれているもので今スライドに示したようなものがあります。これ以外にも例えば熊本では職員室の出入り口とか公共図書館の入り口に後席という注意書きが貼られています。これは開けた後は閉めなさいという意味です。京都のあるホテルの回転扉には指詰め注意という注意書きが貼られていました。これは指を挟まないようにという意味なんですね。でこちらにあるように例えば太陽市大寺放火のように学校で使われているものには気づかれにくいものが多いようです。模造紙なんかは富山では岩皮あるいは四国の方では鳥の子用紙などバラエティーが様々です。こういった方言は日常の会話の中で使われる機会が多いので方言チャートの質問には最適なんです。皆さんもぜひ方言チャートにトライして方言の奥深さを味わってみてください。